にちは、ことかなです。今日はお花モチーフをつなぎ合わせたファスナーポーチの編み方を紹介します。ラメの入ったコットン糸を使用したので、華やかに可愛く仕上げることができました。参考に編んでいただけると嬉しいです。用意するものは、セリアさんのエンジェルコットン、カラーナンバー2018を2玉、セリアさんのきらめきコットン、カラーナンバー1を1玉、4号のかぎ針、ハサミ、とじ針、目印リング、縫い針、縫い糸、セリアさんの12センチタイプのファスナー、クリップです。サイズは縦約10センチ、横約14センチ、収納幅は縦約9センチ、横約13センチです。編む順番の説明をします。はじめにお花モチーフを全部で12枚編みます。次に6枚のモチーフをつなぎ合わせます。6枚つなぎ合わせたものをもう一つ作ります。次にファスナーを縫い付けます。最後に周りを編みつなげていきます。今回はこちらの2色を使います。セリアさんで購入したエンジェルコットンです。カラーナンバー2018、綿 100% の約 20g 玉巻きです。こちらはセリアさんで購入したきらめきコットンです。カラーナンバー1、綿 95%、ポリエステル 5% の約 20g 玉巻きです。少しラメが入っています。かぎ針は4号針を使用します。1段目の完成はこのようになります。1段目はこちらの糸を使います。糸端を5センチほど残し、指2本に糸を2回巻きつけて輪を作ります。輪の中に針を入れて糸を引き出します。もう一度針に糸をかけて引き出します。糸を引っ張って根元を引き締めます。鎖編みを1回編みます。鎖1目目に目印リングをつけます。次に輪の中に細編みを斜め編みます。輪っかに針を入れ糸を引き出します。針に糸をかけ、針にかかっている2本の糸を一緒に引き抜きます。これで細編みが1目編めました。残り6目細編みを編みます。立ち上がりの鎖1目を細編み1目と数えるので、輪の中に全部で8目編めました。最後の目を大きくします。次に中心を縮めます。糸端を少し引っ張ると1つの輪が小さくなります。小さくなった方の輪を引っ張ってもう1つの輪を縮めます。もう一度糸端を引っ張って輪を縮めます。これで中心が縮まりました。大きくした目に針を戻します。印をつけた鎖1目目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。これで1段目が完成しました。次に2段目です。2段目の完成はこのようになります。8枚の花びらを編んでいきます。こちらの糸を使います。2段目の編み入れる目の説明をします。糸端が出ている左側の目から編み始めます。この目が1、2、3、4、5、6、7、8。この糸端が出ている目が8目目になります。この8目に花びらを編んでいきます。最初の目に針を入れます。糸端はかぎ針にかけておいて編みくるんでいきます。2段目で使う糸端を10センチほど残し、針にかけ引き出します。また針に糸をかけて引き出します。
2段目の糸端を引っ張って根元を引き締めてください。次にこのまま針にかかっている糸を1センチほど引き出します。次は同じ目に中長編みの未完成を4回編みます。針に糸をかけ、同じ目に針を入れ糸を引き出します。この時に最初に引き出した糸と同じ長さになるよう1センチほど引き出してください。2本の糸端はこのように編みくるんでください。今1回編んだので同じ作業を残り3回繰り返します。針に糸をかけ、同じ目に針を入れます。1センチほど糸を引き出します。あと2回糸を引き出します。針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。もう一度です。針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。これで4回できました。針には糸が全部で9本かかっています。針に糸をかけて9本すべてを一度に引き抜きます。このように玉編みが編めました。鎖編みを1回編みます。ここに隙間があると思います。この隙間に目印リングをつけます。ここが最後糸を引き抜くところになります。鎖編みを2回編みます。次の目に中長編みの未完成を4回編みます。針に糸をかけて次の目に針を入れ糸を引き出します。ここでしっかりと1センチほど引き出してください。針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。2回目、針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。3回目、針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。4回目、針に糸が9本かかっていると思います。針に糸をかけ9本すべて引き抜きます。鎖編みを3回編みます。これで2つ目の花びらが編めました。次の目も同じやり方で編んでいきます。針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。1回目、針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。2回目、針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。3回目、針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。4回目、針に糸が9本かかっています。針に糸をかけ9本すべてを引き抜きます。鎖編みを3回編みます。これで3つ目の花びらが編めました。残り5目同じやり方で編んでいってください。最後の方まで編んできました。印をつけた目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。これで2段目の完成です。もし最初の花びらと最後の花びらの隙間が気になる場合は、編みくるんだ糸端が緩んでいることが原因なので、軽く糸端を引っ張って形を整えてください。そうすると隙間が目立たなくなります。気になる方は試してみてください。次に3段目です。3段目の完成はこのようになります。8箇所の目に長編みを編んでスクエアにしていきます。こちらの糸を使います。3段目で編み入れる目の説明をします。2段目で鎖編みを3回編んだ8箇所の目に長編みを編んでいきます。最初は
糸端が出ている左の目から編み始めます。ここに長編みを3回編みます。次の目は角を作るので、長編み3回、鎖編み2回、長編み3回を編み入れます。次の目は角を作らないので長編み3回、次の目は角を作るので長編み3回、鎖編み2回、長編み3回を編み入れます。次の目からは角を作らない、作る、作らない、作ると交互に編んでいきます。それでは編んでいきます。糸端はそのまま編みくるんでも大丈夫ですが、編みくるみやすいようにこの目に一度糸を通したいと思います。まず裏側から針を入れます。かぎ針に糸端をかけて引き出してください。これで編みくるんでいきます。最初の目に針を入れます。糸端はかぎ針にかけておきます。3段目で使う糸端を10センチほど残し、針にかけて引き出します。もう一度針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めてください。鎖編み3回で立ち上がります。鎖3目目に目印リングをつけます。立ち上がった同じ目に長編みを2回編みます。針に糸をかけ、目に針を入れ糸を引き出します。針に糸をかけ、針にかかっている最初の2本を引き抜きます。また針に糸をかけ2本一緒に引き抜きます。これで長編みが編めました。同じ目にもう一度長編みを編みます。立ち上がりの鎖3目を長編み1目と数えるので、1つの目に長編みが3目編めました。2本の糸端は編みくるんでください。次の目は角を作ります。まず長編みを3回編みます。長編み3回編んだら鎖編みを2回編みます。また同じ目に長編みを3回編みます。これで1つ目の角が編めました。次の目は角を作らないので長編みを3回だけ編みます。次の目は角を作るので長編み3回、鎖編み2回、長編み3回を編み入れます。これで2つ目の角が編めました。同じように残り4目交互に編んでいってください。最後の方まで編んできました。印をつけた目に引き抜きます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。次にとじ針を使って糸始末をしていきます。まず中心の糸端から糸始末をします。糸端を引っ張って中心をしっかり縮めてください。同じ色のところに3、4回ほど糸を通していきます。次に最後に引き抜いた糸端を糸始末していきます。かぎ針を用意してください。この糸が出ている目が立ち上がりの目になります。糸始末をした際にこの目が潰れてしまうのを防ぐためにかぎ針を通しておきます。
こが立ち上がりの鎖3目めです。この鎖編み3目めの左横の目に針を通して裏に引き出します。かぎ針は外しておいて大丈夫です。3、4回ほど糸を通していきます。すべての糸端を切ります。これで糸始末が終わりました。同じモチーフが全部で12枚必要なので、残り11枚も同じやり方で編んでいってください。モチーフが全部で12枚完成しました。この12枚を6枚と6枚に分けてそれぞれつなぎ合わせていきます。はじめに6枚のモチーフをこのようにつなぎ合わせていきます。編みつなげる目の説明をします。最初に2枚のモチーフの表側を合わせてつなげていきます。モチーフの角から角まで全部で11目あります。この11目をつなげていきます。向かい側も同じ目になります。表側と表側を合わせます。角の目に針を入れます。糸端をここで編みくるめるくらいの長さを残して針にかけ引き出します。また針に糸をかけて引き出します。鎖編みを1回編みます。糸端を引っ張って根元を引き締めてください。これで1目編みつなげたことになるので、次の目から10目を細編みでつなげていきます。次の目がここです。向かい側の次の目にも針を入れます。糸端をこのようにかぎ針にかけて指で押さえながら編みくるんでください。針に糸をかけて細編みを編みます。同じように細編みで編みつなげていきます。最後は角の目です。これで2枚をつなげることができました。このまま編み進めるので糸は切らないでおいてください。2枚のモチーフを用意してください。こちらの2枚も同じ目同士をつなげていきます。表側と表側を合わせます。この状態のまま角の目に針を入れます。この時に針にかかっている目が緩んでしまうと隙間が空いてしまうので、しっかりと引き締めておいてください。針に糸をかけて引き出します。針に糸をかけて2本一緒に引き抜きます。これで1目編みつなげたことになるので、次の目から10目を細編みでつなげていきます。このまま編み進めるので糸は切らないでおいてください。残り2枚も同じように表側と表側を合わせてつなげていってください。最後の2枚もつなげることができました。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。この糸は最後に糸始末をするのでこのままにしておいてください。次に残り2箇所をつなげていきます。完成はこのようになります。この2箇所をつなげていきます。これを縦にしてください。このように表側を合わせ折り曲げます。編みつなげる目の説明をします。この角の目から角の目まで11目あります。この11目を細編みでつなげていきます。
つなぎ目には編まないので鎖編みを1回編みます。次のモチーフの角の目から角の目までの11目を細編みでつなげていきます。角の目に針を入れます。糸端をここで編みくるめるぐらいの長さを残して針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めてください。鎖編みを1回編みます。これで1目つなげたことになるので、次の目から10目を細編みでつないでいきます。糸端は編みくるんでください。次のつなぎ目には編まないので鎖編みを1回編みます。次のモチーフの角の目と向かい側の角の目に針を入れて細編みを編みます。次の目から10目を細編みでつなぎます。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。このようにつなげることができました。もう一箇所の表側と表側を合わせて同じやり方でつなげてください。つなげることができました。とじ針を使って糸始末をしていきます。表側からつなぎ目に針を入れて裏側に糸を引き出します。裏側に 3,4 回ほど糸を通していきます。残り2本も同じやり方で糸始末をしていきます。つなぎ目に針を入れて裏側に糸を引き出します。裏側に 3,4 回ほど糸を通していきます。糸端を切ります。これで6枚をつなぎ合わせることができました。次に長い方の1箇所に細編みを1段編んでいきます。編み入れる目の説明をします。角の目から角の目まで1つのモチーフは11目あります。11目のモチーフが3枚なので目数は全部で33目あります。つなぎ目には編まないのでつなぎ目を飛ばして次のモチーフの角の目に細編みを編みます。2箇所目のつなぎ目も飛ばして次のモチーフの角の目から編んでいきます。角の目に針を入れます。糸端を10センチほど残し針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。鎖編みを1回編みます。鎖1目目に目印リングをつけます。次の目からまず10目細編みを編みます。糸端は編みくるんでください。つなぎ目は飛ばして次のモチーフの角の目に細編みを編みます。次の目から同じように細編みで編みつなげていきます。
最後は角の目です。糸端を10センチほど残して切ります。引き出します。とじ針を使って糸始末をしていきます。裏の方に糸を3、4回ほど通していきます。糸始末をする際に強く引っ張りすぎてしまうと、この最後の目が潰れてしまうので、引っ張りすぎないように注意しながら糸始末をしてください。糸端を切ります。この細編みを1段編んだ部分がファスナーを縫い付けるところになります。残り6枚のモチーフも同じやり方でつなげていってください。同じものが完成しました。糸始末まで終わっています。次にファスナーを縫い付けていきます。完成はこのようになります。今回は白色のファスナーを使います。ファスナーとは違う色の糸で縫い付けているため、縫い目が分かりやすくなっています。こちらはファスナーの色と同じ茶色の糸で縫い付けました。似た色の糸で縫い付けたため、縫い目は目立ちにくくなっています。表側は白い編み地なのですが、縫い目はそんなに気にならなかったです。お好みの色の糸で縫い付けてみてください。はじめにファスナーの4箇所の端を仮止めしていきます。35センチくらい糸を切って縫い針に通し、端は玉結びしたものを用意してください。ファスナーを裏返します。ファスナーの金具の端に合わせて折ります。次にこのように三角形に折り曲げます。この状態で仮止めしていきます。このあたりを縫い付けます。裏の方から針を出します。数ミリ下に針を入れて裏に引き出します。もう一度同じあたりを縫い付けます。糸を引き出した方に玉留めをします。糸を切ります。これで1箇所仮留めができました。こちら側も同じように仮留めをします。35センチくらい糸を切って縫い針に通し、端は玉結びしたものを用意してください。金具の端に合わせて折り曲げます。次にこのように三角形に折り曲げます。この状態で仮留めしていきます。玉留めをします。糸を切ります。残り2箇所も同じやり方で仮留めをしてください。4箇所仮留めができました。次にファスナーを縫い付けていきます。編み地は細編みの目に縫い付けていきます。ファスナーはここに薄く線が見えると思います。この線を目安に縫い目がまっすぐになるように縫い付けていきます。ファスナーを開けた時に金具が左側に来るように置きます。ファスナーの線に合わせて編み地を合わせます。目印リングをつけた目は最後周りをつなげる際に編み入れる目になるので、縫い付けないように注意します。目印リングをつけた左横の目がファスナーの端に来るように合わせます。クリップを3つ用意してください。クリップで留めておきます。最後の目がここになります。この目も縫い付けないよう開けておくので、最後の目の右横の目がファスナーの端になるように合わせクリップで留めます。
糸を60センチほど切り、針に通して端を玉結びしたものを用意してください。目印リングをつけた目から左に2目め、この目から縫い付けていきます。はじめにここに針を通します。金具の下の薄く線が見えるところに針を入れ、裏に引き出します。目印リングをつけた目から左に2目めの目を親指で押さえます。親指で押さえておくことで針を通す目が分かりやすくなります。ファスナーの線を目安に裏から針を出します。一つ前の目に針を通して裏に引き出します。線を目安に針を出してください。端は力がかかる部分になるので、もう一度縫い付けます。一番初めに通した目にもう一度裏から針を通します。一つ前の目に針を通して裏に引き出します。今通した目から左に1、2、この2目めを親指で押さえ、裏から線を目安に針を通します。一つ前の目に針を入れて裏に引き出します。このように針を出します。今通した目から左に1、2、この2目めを親指で押さえ、裏から線を目安に針を通します。一つ前の目に針を入れて裏に引き出します。線を目安に縫い付けていくので、縫い目は重なった感じになります。同じやり方で縫い付けていきます。後ろの方は金具が邪魔で縫い付けづらくなるので、締めて縫い付けていきます。ここが一番端の目になります。この目の右横の目が最後の縫い付ける目になります。裏から針を出します。一つ前の目に針を通します。端は力がかかる部分なので、もう一度縫い付けます。これで縫い付けることができました。こっち側に糸を出して玉留めをします。糸を切ります。これで縫い付けることができました。反対側にも同じやり方で縫い付けていきます。ファスナーを開けて、編み地とファスナーを揃えてクリップで留めます。
最初の方は金具があって縫い付けづらいですが、頑張って縫い付けてください。反対側も縫い付けることができました。ファスナーの金具が右側に来るようにします。左側から周りを細編みで編みつなげていきます。編み入れる目の説明をします。最初の目がここになります。次の目がモチーフの角の目になります。次の目からも1目につき1回ずつ細編みで編みつなげていきます。このモチーフの角の目にも細編み1回編みます。つなぎ目には編まずに、次のモチーフの角の目に細編みを1回編みます。次の目からも細編みで編みつなげていきます。この角の目は細編み3回で編みつなげます。次の目から1目につき1回ずつ細編みで編みつなげていきます。そしてこの2つ目の角の目は細編み3回で編みつなげます。次の目から最後の目まで1目につき1回ずつ細編みで編みつなげます。最初の目に針を入れます。向かい側は印をつけた目に針を入れます。この時にファスナーの端が出てこないようしっかりと内側に入れておいてください。糸端を10センチほど残し、針にかけて引き出します。また針に糸をかけて引き出します。糸端を引っ張って根元を引き締めます。鎖編みを1回編みます。ファスナーの端を軽く押して入れ込んでください。立ち上がった同じ目に細編みを編みます。次の目がここです。1目につき1回ずつ細編みでつなげていきます。糸端は編みくるんでいってください。次がモチーフの角の目です。つなぎ目を飛ばして次のモチーフの角の目を細編みでつなげます。糸端をある程度編みくるんだら表側に出ないよう内側に入れ込んでから編み進めてください。次が角の目です。細編み3回で編みつなげます。次の目から1目につき1回ずつ細編みでつなげていきます。この角の目は細編み3回で編みつなげてください。糸がなくなったので新しい糸の付け替えの説明をします。新しい糸を用意してください。糸端は10センチほど残しておいてください。次、編み入れる目に針を入れます。新しい糸を10センチほど残し、針にかけて引き出します。針に糸をかけて、針にかかっている2本の糸を引き抜きます。これで付け替えができました。2本の糸端を編みくるみながら編み進めていきます。2本の糸端はある程度編みくるんだら内側に入れて編み進めてください。最後の方まで編んできました。最後は印をつけた目と向かい側の目です。
け締めする際にファスナーの端が出てきてしまうので、糸始末をするときにファスナーの端と編み地を縫い付けていこうと思います。糸端を15センチほど残して切ります。引き出します。とじ針を使って糸始末をしていきます。このタイプのとじ針でしたら、このままファスナーと縫い付けることができます。とじ針で縫い付けられない場合は、糸始末をした後に縫い針、縫い糸を使って編み地とファスナーの端を縫い付けてください。ここに針を通します。ファスナーの端を揃えて、このように針を通します。もう一度同じやり方で縫い付けます。これで編み地とファスナーを縫い付けることができました。内側に糸始末をしていくので、中に針を出します。3、4回ほど糸を通します。糸を切ります。これで糸始末ができました。反対側は開け閉めしてもファスナーの端が浮いてこなかったので、縫い付けなくても大丈夫でした。もし気になる方は、こちら側も縫い針、縫い糸を使って編み地とファスナーの端を縫い付けてみてください。今日はファスナーポーチの編み方を紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。もし分かりにくい部分がありましたら申し訳ありません。今後も新しい作品や編み方動画を投稿していく予定です。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。インスタグラムも運営していますので、ぜひそちらもご覧ください。他の編み物の写真も掲載していますので、フォローやコメント、いいねをいただけると嬉しいです。ハンドメイド作家のことかなでした。